こんにちは、スパオです。今回は2022年度を振り返って、これは売れた、これは話題になった商品を全部で20品ピックアップして、私独自のランキング形式にしてみました。これを見れば、今年1年何が流行ったか、食のトレンドがわかります。気になった商品があれば、スーパー、コンビニに走ってくださいね。では、どうぞ。はい、まず20位がサントリーのノンアルでワインの休日です。アルコールを除去したワインエキスで、よりワインらしい香りを実現したノンアルコールワイン。2022年の3月に発売されて、1ヶ月で年間の売上目標を達成したノンアル界のニューカマーです。私今回初めて飲んだんですけど、確かにすごいノンアルだなと思いました。まず香りがワインのそれに近いんです。そして口に含むとわかるただのブドウジュースではない複雑さのある味わいです。アルコール独特の甘みと苦み、そしてブドウの皮の渋みみたいのが再現できているのがすごいです。こちら炭酸が入ったスパークリングワインテイストなんですけど、泡もきめ細かいので口当たりもグッドでした。チューハイとスパークリングの間のようなライトボディで、ワインそこまで得意じゃない方でもスッと飲めそうです。口コミを見ていると、休館日はもちろん輸入中や妊娠中の方にも好評のようでした。ノンアルコールってなかなか選択肢がないのが現状なんですが、これはワイン派の人には嬉しい商品です。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、続いて19位がマスヤのおにぎりせんべい AI せんべいです。なんと AI が味を決めた次世代のおせんべい。 AI がインターネット上からやみつきとつく料理のレシピを8万個ピックアップ。結果1兆通りものパターンの中から最もやみつき度が高い食材の組み合わせを弾き出して作ったのがこの AI せんべいです。2022年の3月に発売して、その後はコンビニ中心の販売だったんですけど、この販売店舗で売り切れ続出。発売開始からすぐに9万袋を出荷して、発売翌日の楽天デイリーランキングでは1位になるほどの話題ぶりでした。私これ残念ながら食べたことはなくて、現在は販売が終了しているんですけど、今後も AI を活用した商品開発とかって出てきそうですよね。人間では思いつかないような味に出会えることを期待したいと思います。はい、18位がアサヒ生ビールのマルエフです。こちら厳密には2021年に発売されたビールなんですけど、2022年はより人気を得て売れまくった商品なんです。発売の3日後から商品の供給が追いつかなくなって、一時は販売を休止するほどの人気を博したこのマルエフビール。パッケージに復活の縄とあるように、完全な新商品というわけではないんです。もともとは低迷していたアサヒビールの社運をかけて1986年に発売されたビールで、当初も爆発的に売れたんですけど、翌年に登場した今では会社の顔でもあるアサヒスーパードライの人気とともに姿を消していって、今日までずっと飲食店向けの樽生が出荷されていたんです。そんなマルエフビールを再度復刻したのが今回の商品で、特に当時を思わせるようなまろやかなコクとしっかりとした苦みを味わえるビールです。最近のビールの傾向的に苦みを抑えたものが多い気がするんですけど、これはオールドファンには嬉しい苦みですね。一番搾りよりキリンラガー派の人は絶対好きな味。この辺が最近のビールと違って売れた理由になったんじゃないでしょうか。最近のビールの苦みが物足りない方、お店で飲んだ樽生の味が好きな人はマストバイです。はい、続いてアリナミンのナイトリカバーです。近年ではエナジードリンクのブームもあって、年々縮小傾向だった栄養ドリンク業界で、発売から1年で1200万本を売り上げて、久々のヒットアイテムとなったのがこちらのナイトリカバー。寝る前に飲んで寝ている間に疲れを取るを切り口に開発されていて、その後も順調に売り上げがあるようです。これ売れた理由が睡眠っていうキーワードにあると思っていて、睡眠の質を改善するみたいな商品って2022年結構流行ったんですよね。アリナミンイコール疲労回復する栄養ドリンクの代表みたいな感じなので、
そこに期待して買った人も多かったと思います。口コミを見ていると、朝起きた時の体が軽かっただったり、旅行の疲れが一気に吹き飛んだ、そんな口コミもありました。今後ゴールデンウィークなんかで外に出かける日も増えると思うので、歩いたなーって日に飲んでみると次の日違うかもしれません。レジャーや疲れた日のお供にぜひ。16位が0秒チキンラーメンです。2022年の4月に発売されて人気が出すぎて、同じ4月に一時販売休止になったすごい商品です。この0秒チキンラーメンというネーミングは2017年に新垣結衣さんの CM で0秒チキンラーメンやってみたとお湯をかけずにそのままかじる CM があったことから来ています。それを真似した人も多かったようなんですけど、チキンラーメンってそもそもお湯をかけて食べるものなので、そのままかじるとちょっとしょっぱいんですよ。そこで日清はそのままかじるように通常のチキンラーメンと比べて塩分を約 50% カットしたチキンラーメンを開発したんです。なのでパッケージには湯かけ禁止と書いてあります。これ言ってしまえば味的にはやっていること限りなくベビースターなんですよ。ただ通常のチキンラーメンと同じ形にすることで、私もかじってみたい、食べてみたいって思わせる商品設計とプロモーションが秀逸でしたね。確かに塩分控えめで美味しくて、このバリバリ食感と塊の麺にかぶりつくのがいいんですよね。在庫は落ち着いてきているので、ラーメンの棚に行けば置いてあると思います。皆さんもこの袋ラーメンにかぶりつく体験、ぜひ試してみてほしいです。はい、メルシャンワインズのブレンズパーフェクトブレンドです。2022年の3月に発売されたのがこのパーフェクトブレンド。近年アメリカで人気のワインがレッドブレンドというジャンル。産地や品種にこだわらず、より気軽なスタイルでブレンドワインを楽しみたい、そんな消費者ニーズと合致して今市場が広がっているんです。その流れを日本に取り入れたのがメルシャンで、それを商品に落とし込んだのがこのパーフェクトブレンドです。華やかさのあるスペイン産と丸みのあるオーストラリア産のワインをブレンドしていて、求める果実感と飲みやすさを追求したまさにパーフェクトなブレンドワインです。確かに飲みやすいライトボディな感じなんですが、ブドウをギュッと凝縮したような香りと適度な渋みを感じられる初心者にも嬉しいワインになっています。この辺の本格さと手軽さのいいとこ取りが市場で受け入れられた理由な気がします。1000円以下のワインでお悩みならぜひ候補に入れてみてください。はい、14位がクラフトコーラです。2022年はクラフトコーラも流行りました。あくまで私の仮説なんですけど、やはりコロナ禍での健康志向の高まりみたいのは関係していたんじゃないかなと思ってます。砂糖や人工甘味料が多い既存のコーラとは違って、クラフトコーラはスパイス感を強くしたり柑橘果汁を使うことで、コーライコール体に悪いイメージを取り払ったのも大きかったと思います。自宅でソーダで割って楽しむコーラシロップみたいなものも多く世に出ましたが、小規模メーカーが作っていた市場に大手飲料メーカーも入ってきたのはまさにブーム到来って感じでしたね。最近ではすっかりコンビニでも見かけなくなったんですけど、成城石井では定番品として扱いがあるのでご紹介します。香辛料とかではなくて、スパイスの名前が単体で書いてあるほどにシナモンやクローブ系のしっかりしたスパイス感を感じます。特徴的なのがこれ微炭酸になっていて、繊細なスパイスの風味を存分に味わえる設計です。気になる方はそっちも覗いてみてくださいね。はい、続いてキリンのプラズマ乳酸菌です。天海祐希さんの飲むのよの CM でもおなじみのキリンのプラズマ乳酸菌シリーズ。乳酸菌ってなんとなく体にいい気がするけど、プラズマ乳酸菌って何が違うのと思っている方も多いと思うので、超簡単にご説明すると、一般的な乳酸菌はある特定の免疫細胞のみを活性化するんですけど、このプラズマ乳酸菌はその一歩手前の免疫の司令塔とも呼ばれる PDC という細胞を活性化することで、免疫細胞全体を活性化させるという一石二鳥どころか、もう3兆にも4兆にもなるすごい乳酸菌なんです。そのプラズマ乳酸菌を使った商品はいくつも展開されているんですけど、
おそらく一番入手しやすいのがこのイミューズという名のドリンクタイプ、機能性表示食品です。甘さも程よく、後味はかなりさっぱりめ、ほのかなヨーグルトテイストでごくごく飲めちゃいます。乳酸菌せっかく取るならより多くの免疫細胞に働いてもらった方がお得ですよね。これも続けないと意味がないので、取りやすいタイプの商品で試してみてはいかがでしょうか。はい、12位がローソンのうちカフェ生カスタードシュークリームです。発売1ヶ月を待たずして700万個を突破した近年のローソンを代表する大人気スイーツ、プレミアムエッグという甘みとコクが大変強い特別な卵を使用することで、卵をしっかり感じられるカスタードに仕上げて、コクのある北海道産生クリームと豊かな香りのマダガスカル産バニラビーンズを合わせています。はい、11位がサントリーの水ジソーダ。去年は CM かなりやっていたので見かけた方も多いんじゃないでしょうか。ジンを使ったソーダベースのドリンクなんですけど、去年は爆発的にヒットしました。このジンというのが穀物をベースに香草や薬草、いわゆるボタニカル的な原料を加えて蒸留させたもの。そんなジンをソーダで割ったのがこの水ジンソーダなんですけど、ボタニカルな香りがとっても爽やかなんです。柚子と生姜がベースで香る感じです。一応糖類は入っているんですけど、ほとんど甘さらしい甘さはないようなもので、食事を選ばずすっきりと楽しめます。こちら2022年の3月に発売されて、年間150万ケースが目標だったのが、終わってみれば350万ケースの大ヒット。これは今や定番の角ハイボール缶の初年度売上270万ケースを大きく上回る異例のヒットなんです。私以前からこのチャンネルで何度もお伝えしているんですけど、1回でいいのでこのジンソーダとスパイスカレー合わせてみてください。最高に合いますから。今後もジンソーダ注目ですよ。はい、第10位がオーツミルクです。最近では植物性〇〇みたいな商品ってめちゃくちゃ増えましたよね。これは単なる指向性の話だけではなく、 SDGs の観点でも今世界的にかなりトレンドになっている分野です。その中で牛乳に代わるミルクとして注目されているのがオーツ麦やアーモンドなどの植物性ミルク。特に2022年はオーツミルクがかなり注目されました。個人的にはスターバックスの影響が大きかったんじゃないかと感じていて、2021年からオーツミルクがラテ系の商品で選べるようになりました。牛乳でお腹がゴロゴロする人や乳や大豆がアレルギーの方には嬉しいですよね。市販のオーツミルクの中で代表的なのがこちらのアルプロ。豆乳の豆っぽさとコクを除いてよりクリアにしたような味です。砂糖不使用でもほのかな甘みを感じるんです。舌に残る感じも麦っぽい香ばしさみたいなものもないので、本当に癖なく飲めちゃいます。まずはスタバのラテをオーツミルクに変えてみるのもいいですし、アルプロの少量サイズをお試しいただくのもいいと思います。健康や環境も大事ですが、味が好きでオーツミルクに変えている人結構いるんです。今後植物性食品の市場は確実に拡大していくので、今のうちに手を出しておきましょう。はい、第9位が東洋水産のマルちゃんズバーンです。2022年の4月に発売されたこのマルちゃんズバーン、インパクト大な名前なんですが、お店品質の一杯をコンセプトに作られた濃厚でパンチ強めのラーメンです。最近では日清のこれ絶対うまいやつなど、ややお高めの高級ラインの袋麺って増えましたよね。これも3つ入ってこのお値段なので、ちょっとしたプレミアム感があります。中にはノンフライの麺と粉末スープと液体スープが入ってます。このスープが2つある感じ、なんか贅沢な気がしますよね。中細でやや縮れた麺はもっちもち食感。ノンフライなので油臭さがないのと、
伸びにくい麺だなって感じました。そしてこれスープがうまい。できた時一瞬ラーメン屋さんの香りがしたんですよね。やや甘めの醤油スープに背脂のコクが合わさっててとにかく美味しいです。個人的にはこの香りが袋麺のレベルじゃない気がして、これは売れるわなって思った次第です。ラーメンに関しては完全に味の好みが分かれると思いますが、がっつり系の味が好きなら一度は食べてみてほしいですね。はい、第8位がアサヒ飲料のカルピスザリッチです。2022年の2月に発売されたこのカルピスザリッチ、9月には出荷数量が400万ケースを超えるなど大ヒットを記録して、2022年度の新商品飲料の売上ランキングで見事第1位を獲得したカルピス界の超大型新人です。歴代のカルピスの中でも過去最高レベルに濃厚なペットボトルカルピスで、従来のカルピスより乳成分が2倍入っていて、それに焦がし砂糖をトッピングすることでかつてない濃厚なカルピスに仕上げています。飲んでみると確かに濃厚さ感じますね。これだけ濃厚なのに脂肪ゼロなのが不思議なんですよね。この濃厚さを知ってしまうと普通のカルピスに戻れなくなりそうで怖いです。ちなみに熱中症対策として塩分が程よく入っているので、濃厚とは言いつつ夏場にもおすすめです。現役のカルピスをついつい濃いめに作っちゃう、そんなあなたにはぴったりです。余談なんですけど、カルピスを冷たい牛乳で割ると超うまいんですよ。チルド飲料で商品化していただけないかと昔から思っていたので、アサヒ飲料の社員の方、もしご覧になっていたらご検討のほどよろしくお願いします。はい、第7位が相模屋のウニのようなビヨンド豆腐です。2022年の3月に発売されて、そこから1年を待たずして300万パックの大ヒットを記録しました。お豆腐でウニ作ろうぜっていう社長の鶴の一声で開発がスタートしたらしいこのビヨンド豆腐ウニ。最初は私もネタ的な商品かなって思っていたんですけど、これ売れている理由が予想以上にウニなんですよ。そのままでも味がついていて美味しいんですけど、若干後味に大豆感残るんですよ。ただ海苔に乗っけてわさびと醤油を垂らすと、その大豆の風味がうまく抑えられて、よりウニの風味が際立つんです。これ裏面見るとありとあらゆるいろんなものが入っているんですよ。私普段はなるべく余計な原材料とか添加物入っていない方がいいよね、そんなことを言ってるんですけど、この何が何でも社長のためにウニ作るんやみたいな開発の方の根性と気合を垣間見た気がして、裏面見ながらニヤニヤしてました。これ本当にすごい商品です。これを聞いて気になった方、一回は食べてみてほしいです。きっと損はしないと思います。はい、第6位がユーハ味覚糖の水グミです。2020年に発売された地球グミをきっかけに、若い世代を中心に様々なグミがブームになっているんです。そんな中、2022年の5月に発売されたのがこの水グミ。コムドットさんが CM をしていたのもあって爆発的なヒットとなりました。水を固めたような透明色のグミで、今回買ったのはピーチ味なんですけど、見た目以上に桃の味をしっかり感じるんです。透明で可愛く写真映えするので、インスタグラムや TikTok などの SNS で多くの方が投稿しています。このグミは冷やしたり凍らせたりしても美味しいみたいです。味が劇的に美味しいとかではないんですけど、この透明な見た目と味のギャップに驚くはずです。はい、続いて第5位がサントリーのミルキープレッソです。パッと見普通のペットボトルのコーヒー飲料に見えるんですけど、これ何気にすごい商品なんです。簡単に言うと、チルドレベルのミルク感をペットボトルで実現したペットボトルコーヒーの概念を打ち破った製品といっても過言ではありません。乳製品にはいろいろと規約があって、ペットボトルで販売できる乳固形分が 3% までって決められているんですね。つまり乳製品を使ってミルキー感を出すには限界があるということなんですけど、その壁を乗り越えるためにサントリーが生み出したのが
ハイブリッドニューミルク製法。ベースは生乳由来のミルクで 3% 以上のミルクの部分を植物性のソイミルクでプラスすることで、ペットボトルでは味わえなかったミルキーなコクを実現したんです。これ私も普段買うことが多いんですけど、常温のラテ系のドリンクではミルキー度は一歩抜けてます。乳製品フェチの私を満足させる一本です。確かにソイっぽい大豆の香ばしさはあるんですけど、さっぱりめのコクで後味のキレが良くて気に入っています。今年発売された新商品からコーヒー牛乳の商品名に変わっているようです。ミルク感を求めてペットボトルではなくチルドコーヒーを選んでいた方、一度試してみる価値あります。はい、第4位が日霊フーズの冷やし中華です。これも発売時かなり話題になった商品で、なんと電子レンジで冷たい冷やし中華が食べられる超画期的な冷凍食品です。2022年の3月に発売されて、半年間で10億円近い売り上げを上げた近年の冷凍食品の中でも突出した存在です。袋を開けると氷が入っているのがユニークで、この氷のおかげで解凍はしつつも麺は冷たいままに仕上がるんです。チャーシュー、カニカマ、錦糸卵と冷やし中華といえばな具材もしっかり入っているのも嬉しいです。口コミでは少し具が少なかったり加熱時間の調整が難しいみたいな声もあったんですけど、弾力のある麺のもちもち食感や具材の味など味の評価は全体的に高かったです。何かを温めるはずの電子レンジから冷たい商品が出来上がって出てくる、この話題性とそれに見合う味のクオリティが人気の理由ですかね。一旦終売して残念だなって思っていたんですけど、今日たまたまスーパー覗いたら今年も並んでたんですよ。なので去年食べなかった方、今年こそはゲットしてくださいね。はい、第3位が日清食品の完全飯です。近年ではコロナ禍での健康意識の高まりもあって栄養素を追求する商品かなり増えました。そんな中、日清食品から2022年の5月にリリースされたのが完全飯のブランド。33種類の栄養素のバランスと美味しさを追求していて、栄養バランス考えるの面倒な人、これ食べとけ的なブランドです。特にカレー飯とスムージーはコンビニなんかでよく見かけましたね。発売4ヶ月でなんと累計400万食を突破しました。スムージーとカレー飯は食べたことあったんですけど、これすごいのがとにかく味がいいんです。今映っているスムージーも普通のバナナスムージーみたいで美味しいんです。得てしてこの手の栄養素いっぱいです的な商品って栄養素に特化しすぎるあまり味が犠牲になるものが少なくないんですけど、この完全飯ブランドはちゃんと味が整っているのがすごいです。この4月からはカレー飯やカップ焼きそば UFO などから新商品が発売されているので要チェックです。はい、そして第2位がカヌレです。2022年はカヌレブームでした。専門店の増加もさることながらコンビニで発売され始めたのも大きかったですね。個人的にはローソンの濃密カヌレがラム酒も香って正統派カヌレみたいな感じで好きだったんですけど、ファミリーマートの生カヌレケーキやセブンイレブンの生ショコラカヌレといったカヌレをベースにした派生スイーツもかなりのヒットアイテムになりました。その中で個人的に注目したいのがユーハ味覚糖から発売されたカヌレット。以前何の気なしに買って食べてすげーってなったのを覚えていて、今回それ以来だったんですけど、今回もやっぱすげーってなりました。これ何がすごいって、こんなに小さいのに外カリ中もちの2層構造になっていて、カヌレの特徴を忠実に再現しているところ、加えて味の方もかなり再現度高いんです。このカヌレブームの中であえてグミを出してきたことと、それをこのクオリティで出してきた味覚糖さんの商品開発力には脱帽です。まさに進化系カヌレですね。コンビニで見かける機会は減ったような気がするんですが、スーパーなどではまだ手に入ると思います。私はドン・キホーテで買いました。まだの方はぜひ。はい、今回の第1位はこちら、ヤクルト1000です。もう言うまでもなく2022年の顔はこれでしたね。
未だに売り場に出た瞬間に消えていくこのヤクルト1000。累計販売数がなんと10億本という異次元の大ヒットです。ちなみにヤクルト1000と呼ばれている商品には、厳密にはヤクルトレディから買えるヤクルト1000と量販店で買える Y1000 っていう2種類があるんですけど、ここでは分かりやすいように両方ともヤクルト1000と呼ばせていただきます。こちら2品とも発売自体は2021年なんですけど、特にブームに火がついたのが2022年の4月。マツコ・デラックスさんがテレビでヤクルト1000飲んでからすっごく眠りが良くなったと発言されてから、あらゆるお店で欠品が相次いだんです。その後も芸能人の方々が宣伝でもないのにこのヤクルト1000の凄さを発信されていて、多くの方が興味を持ったようです。ヤクルト独自の乳酸菌シロタ株が1000億個入っていて、この数値は過去最高密度。公式ホームページでも睡眠の質向上、ストレス緩和って大々的に謳っているので、はっきりとした研究結果があるんです。乳酸菌って入れれば入れるほど酸味が出るのと、生きたまま菌を長持ちさせるのはかなりの難易度だったようなんですけど、味と栄養面をしっかり仕上げてきたのはさすがヤクルトですね。ヤクルトで睡眠に効くのって思うかもしれませんが、実は私も効果を実感した一人です。まだまだ品薄なんですが、私の肌感だとスーパーよりコンビニの方が狙い目です。新聞によると今後新しい工場がバンバン稼働するらしいので、その辺は期待して待ちましょう。はい、いかがでしたでしょうか。こうして振り返ると、普通にずっと前からあるような商品と思いきや、これも去年発売だったのかって思うものも結構ありました。皆様は何品くらい食べていましたでしょうか。個人的に面白いなと思ったのがミルキープレッソと冷やし中華ですかね。植物性ミルクのラテでここまで美味しく仕上げたのはすごいことだと思いますし、冷やし中華もレンチンで冷たいメニューができるなんて画期的すぎます。今後も冷たいスイーツなんかがレンジでできたらときめきますよね。この動画を見ていただいている方はきっと食べるの大好き人間ばかりだと思うので、時代に置いていかれないよう私と一緒にトレンドを追いかけていきましょう。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめするいろいろなお店のおすすめ品や食べ合わせ、たまにこういった全国のスーパーで買えるおすすめの商品を紹介しています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムや Yahoo クリエイターズでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。